こういう大人が一人いるだけで世界って本当に輝きますよね。本当の知性とは自分自身の正義が独りよがりになっていないかとまず疑うこと。ムーミンのエプロン。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は風の時代の愛の形ボリューム7 Z 世代の話を聞こう後編です。前編では視聴率がトッケビを超えたスカイキャッスルについてお話ししましたので、ぜひご覧になってみてくださいね。今回は同じ学園ものでも春先のような雰囲気の韓国ドラマ18の瞬間。18といっても韓国年齢は数え年なので、日本でいう17歳高校2年生のお話です。例によってネタバレになってしまうんですが、教育と師弟の愛について考えるためお話ししますね。このドラマにもスカイキャッスルタイプの生徒が出てきます。成績が悪いと妻子を殴る DV の父と、それが怖くて先生方を買収する母。そんな両親を持つフィヨン、シン・ソンホさん。彼は十分優秀なのに親からのプレッシャーと人格否定に苦しみ、誰かを虐げることで自尊心を保っていました。そこに転校生のジュニュ、オン・ソンウさんが現れます。一人親の母親と離れて暮らすジュニュはアルバイトで配達に行ったフィヨンの通う塾で窃盗事件に巻き込まれ犯人扱いされます。なぜなら前科があって転校させられた問題児だからと皆が疑ったからです。ところが実際はフィヨンが憂さ晴らしにあったことでジュニュは濡れ衣でした。前科も幼い頃からの友人を守るために身代わりとなった結果だったのです。孤立するジュニュ、学校側もまた転校させようかと放り出す気持ちに動いた時、助けが現れます。副担任のオ先生カン・ギヨンさんは前の学校に連絡し、身代わりとなった事実を突き止め、今回もやってないんだろう、それなら学校に残りなさい、事実はやがて明らかになるからとジュニを引き止めてくれました。こういう大人が一人いるだけで世界って本当に輝きますよね。このドラマでは他にも思春期特有のさまざまな問題を各生徒が純粋な心情で自分で解決していきます。そんな時、オ先生は大人の立場からも状況を見ている見守り寄り添い型、実行力もあり、子どもたちの判断力と強さを信じています。同じ Z 世代が主人公のドラマでも Z 世代は1990年代後半から2010年前後までに生まれた人。同じ Z 世代が主人公のドラマでもスカイキャッスルは冬のようで、18の瞬間は春先のよう。違いはなぜと問いかけるとき、オ先生が鍵だったと気づきます。スカイキャッスルではキーパーソンはキム先生。その違い。冬を呼ぶキム先生、春を呼ぶオ先生。スカイキャッスルでは唯一ウジの母スイムがオアシスでしたが、オ先生は親とは異なる第三者的な立ち位置から子どもたちの大きな味方でした。フィヨンというスカイキャッスル的な生徒がいるにもかかわらず、フィヨンはスカイキャッスルの子どもたちと最初は態度が似ています。パラノイアは前回お話ししましたが、とにかく恐怖と不安から常にビクビクしたり、自分は特別と妄想してしまう状態のこと。そこからフィヨンは自分で考えて抜け出します。本当の知性とは自分自身の正義が独りよがりになっていないかとまず疑うことと聞いたことがあります。フィヨンは自分の正義を疑える本当の知性を持っていたのですね。それを引き出す大きな支えとなったのは両親ではなく、ジュニュ同様王先生の寄り添いのおかげでした。
本当の知性はジュヌとその恋人スビン、キム・ヒャンギさんにも。スビンは自分のために離婚を先延ばしにして苦しんでいる父親を知ります。離婚しないでほしい思いを伝えたスビンでしたが、もう離れてしまった心を知って身を引きます。父親を理解し、新たな結婚へと出発させました。スビンにとっては悲しい結末ですが、親よりも知性のきらめきを感じました。恋人ジュヌの存在も冷静な判断には大きかったと思います。オ先生に見守られて育ったジュヌの知性はラストシーンに、母の仕事の状況が良くないと知ったジュヌは母の町に引っ越し助けることにします。夢だった美大への進学やスビンとの恋愛も一時的に先延ばし、一番分かってあげないといけない人は母なのに気づかなくてごめんのセリフに我が身を顧みる知性がにじみ出ていますね。前編後編をまとめると、スカイキャッスルキム先生の IQ と18の瞬間オ先生の EQ 心の知能指数、どちらが風の時代の愛の形なのでしょう。18の瞬間は透明でどこか懐かしい、清めてくれるようなドラマですので、優しさに触れたくなったらおすすめです。風の時代という言葉に多くの日本人が気づいたきっかけ。付録レビュー。今日はムーミンのかぶりで着られる楽ちんエプロン大人のおしゃれ手帳2021年10月増刊号の付録で、表紙は中谷美紀さん。ブルーとグレーの大人っぽいグラデーション、ムーミン、リトルミー、スナフキンにニョロニョロ、愛らしいキャラがいっぱいの総柄プリント。右側にはちょうどいい位置にポケットが、スマホも入ります。バッククロスタイプだからかぶるだけ、紐なしなので脱ぎ着や洗濯もスムーズ。丈は短めでテキパキと動きやすいです。日本では秋が収穫シーズン、食欲の秋に向けムーミンたちと楽しくクッキングはいかがでしょうか。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。